どうも一級葬祭ディレクターの与藤壮太郎でございます。今回ですけども、もしも野原銀之助さんが亡くなったらどんなお葬式になるのかというテーマで動画を撮っていこうと思います。野原銀之助さんは野原宏さんのお父さんで、しんちゃんのおじいちゃんにあたります。今回は野原銀之助さんが亡くなられた場合どんなお葬式になるのか情報を入手して自分なりの考えをまとめていきます。この動画を見ると野原銀之助さんが亡くなった時どんなお葬式になるのかが大体わかります。そして誰もが知るクレヨンしんちゃんの家族の葬儀の内容が自分と同じく当てはまる方もいるかもしれません。そのような方にとって参考になるような内容にしていこうと思いますので、どうぞ最後までご覧ください。このチャンネルは葬儀で役に立つ情報や葬儀者の仕事内容を配信しています。次回の情報を見逃さないために今のうちにチャンネル登録をお願いいたします。それでは行きましょう。実は野原一家は次男家にあたります。銀之助さんは秋田県在住で3人の子供がいます。野原せましさんと野原宏さんとお姉さんです。お姉さんは嫁いでからさくらという名字に変わっています。野原せましさんが長男になりますので、今回の模試は野原せましさんになると思います。埼玉県春日部市にいる宏さんの家族は秋田県に行ってお葬式に参加する形になります。まずはじめに家族親族のリストを作っていきます。銀之助さんに兄弟がいるか調べましたがいませんでした。奥様は野原鶴さんです。野原せましさんの家族には奥さんの野原生奈さん、息子のいつきくん、娘の夏美ちゃんがいます。野原宏さんの家族には奥さんのみさえさんとしんのすけ、ひまわり。もし車で秋田まで行くなら犬の城も一緒に行くことになると思いますが、場合によっては春日部の獣医さんに預けることも考えられます。桜家に嫁いだ長女は名前は分かっていませんが、旦那さんと娘の桜千鶴子さんの3人の家族のようです。せましさんの奥さんのご実家の両親が2人で、旧姓は小賀野さんと言います。次にみさえの実家の両親と子供です。小山義次さんと奥さんの久江さんがいて熊本県在住です。子供は3人とも女性で、長女の正江さん、三女のむさえさんです。結婚しているのはみさえさんだけでした。もし小山家の皆さんが銀之助さんと仲良くされていてどうしてもお葬式に行きたいと思う場合は小山家から4名来る計算になります。小山義次さんと銀之助さんはいつも喧嘩ばかりしているイメージですが、お葬式には必ずお越しになると思います。次に予想するのは一般改葬者の人数です。銀之助さんは秋田県大曲市、現在は合併して大仙市になっていますが、その農家をされているそうです。農家のご友人、ご近所の皆さん、老人会の仲間、地元の青年団とも交流があるみたいで、それぞれの団体から改葬者が予想されます。また奥さんの鶴さんの友人なども来ると思われます。大変気さくな方で人付き合いもいいイメージから、銀之助さんの関係だけでも60名ほどはお越しになると予想します。次はせましさんの関係です。農業を営んでいるという設定でしたが、銀之助さんと同じく農家さんと付き合いがあると思いますので、そちらの方が来られると思います。アニメの設定にはなかったですが、組合と関わりがある場合などは会社から何名か弔問に来られたり、聖火のお供えや弔電などが届くと思います。それに加えてせましさんのご友人や同級生の方もお見えになりそうです。せましさんの奥さんがもし働いている場合はそちらの会社からもお供えや弔電が届く場合があります。せましさん夫婦の関係で50名と予想します。次は野原宏さんの関係です。勤務先の双葉商事株式会社からは聖火のお供えや弔電などが届くと思います。双葉商事の社長としんのすけはアクション仮面ごっこを社長室でしたことがあるくらい仲がいいらしく、しんのすけのことをかなり気に入ってるみたいです。意外なところで思い入れがあるようなので、もしかすると社長が秋田に来ることも視野に入れておくとします。みさえは専業主婦なので会社から何か届くことはありません。せましのお姉さんが働いているかどうか分かりませんでしたが、もしそうなら勤務先からお供えや弔電が届くと思われます。この段階で親族の人数と一般改葬者を合わせると150名様程度の葬儀になると思われます。改葬令状は葬儀の後自宅にお越しになる方も複数いると仮定して200枚準備をします。お通夜や告別式のお返しも200個用意をします。次
次は祭壇に飾る聖火の相談です。祭壇中央に飾る聖火は喪主が負担することがほとんどですが、祭壇の両サイドの聖火は親族がお供えをします。今回最も関係が濃いのは野原宏さんに当たると思います。野原宏ミサエで名札を作り一対お供えをします。そして小鹿野さんご夫妻で一対と、次に桜家夫婦で一対聖火をお供えします。小山義次さんと久江さんにも聖火を一対お供えしてもらいます。瀬町さんの子供でいつきくんと夏菜ちゃんは内孫になりますが、今回は森かごをお供えしてもらいます。次にしんのすけとひまわりとさくらちるこさんもそれぞれ森かごをお供えしてもらいます。銀之助さんの老人会などから聖火が届いたり、瀬町さんの関係からも届きます。埼玉の双葉庄司さんからも届きます。もし聖火が少ないと感じた場合は、孫が森かごをする代わりに聖火のお供えに変えることもできます。お供えの全体の状況を見て判断することができます。また提灯や蓮などの飾り物もありますが、銀之助さんの親族は意外に人数が少ないことが分かったので、この場合は親族一同という名札を提灯や蓮に使って祭壇に飾ってもいいかと思います。来賓席を準備する必要があるとすれば、銀之助さんの老人会の会長さんや双葉商事の社長さんなどが該当します。事前に席の確保をいたします。次は食事の手配です。親族は多くて19名の予想です。そのうち子供が4人いますので、お子様ランチなどを4つ手配して、後の食事は大人の人数分用意をします。お通夜が終わった後、ゆっくり食事をして会館に泊まる方は瀬町さんと宏さんに泊まってもらい、桜家と瀬町さんと宏さんの家族とお孫さん方は秋田の実家に寝泊まりしてもらうことにします。熊本の小山家がお通夜から来るか分かりませんが、もしお通夜から来られた場合、式終了後に野原家で泊まるのは気を使うと思いますし、奥さんの鶴さんがお疲れのところ接待などしてもらわなくて済みますので、近くのホテルや旅館を手配します。お通夜と葬儀に代表挨拶がありますが、お通夜は喪主の瀬町さんに、葬儀は宏さんにお願いするとします。場合によっては葬儀の挨拶は小山義次さんにお願いしてみてもいいかもしれません。葬儀はみんなでお別れをしますが、銀之助さんはミスチルと TRF の曲が大好きだったそうなので、お別れに際して曲をかけてあげたいと思います。また愛車はホンダのステップワゴンで、単車も好きで全国一周をしたこともあるそうです。会館の入り口に一番近い駐車場などにステップワゴンと単車を飾らせていただきます。家族や孫と一緒にいる時に撮った写真があると思いますので、会場内に飾ったりスライドのビデオを作って思い出を忍んであげることもできそうです。お好きな食べ物にはカニやタコなどの海産物や野菜が好きだったそうなので、小分けにしてお棺に入れていただこうと思います。そしてミサイのお父さんで小山義次さんは写経が趣味という情報もありました。葬儀に際して般若心経を紙に書いて会館までお持ちくださるかもしれません。これも一つのご供養になります。全てが終わって解散する直前に銀之助さんの遺影写真を奥さんの鶴さんにお持ちいただき、周りを囲むようにして整列していただいて、記念写真を撮ってあげて印刷をして皆様にお持ち帰りいただこうと考えています。お骨を拾って自宅に帰り、後飾り祭壇にご安置して葬儀は全て終わりになります。葬儀が終わってから宏さんの家族が埼玉に帰ったり、小山家が熊本に帰ったりするのは体力的に難しいところがあると思いますので、秋田にもう一泊されてから次の日に帰ることになると思います。ここについては仕事の関係で急いで帰らなくてはいけない場合も考えられます。ここまでの話を全て葬儀の時に決めることもできますが、結構たくさん決めることがあったように感じられた方もいるかもしれません。今お伝えしたようなことを余裕がある時に軽くイメージするだけでもゆとりに差が出てきます。特に野原家は多くの人にとって同じ状況になりうるパターンだと思いましたので、今回は銀之助さんを例にしてお話をさせていただきました。もし埼玉から宏さんご一行が秋田まで行けない場合、どうすればいいかというと、ライブ配信などで中継をしてもらいます。昨今の状況を考えるとどうしても遠方に行けないことにもなっています。葬儀は不要不急扱いになりますので仕方ありませんが、そんな風に行きたくても行けない人のために便利なツールが用意されていますので、ぜひ活用してもらいたいと思います。家族と
孫を愛した人生を送られた銀之助さんの葬儀はとても素晴らしい葬儀になると思いましたし、たくさんの人に笑顔を届けられた銀之助さんは必ず天国に行かれると信じています。今回はもしも野原銀之助さんが亡くなったらどんなお葬式になるのかというテーマでお話をさせていただきました。この動画が参考になった方は高評価ボタンをお願いいたします。葬儀で後悔しないために役に立つような情報をどんどん配信していきますので、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。それでは今回も動画をご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。さよなら。葬儀で後悔しないチャンネルでは、ネットの記事や文字を読んだだけではいまいち理解ができないと思う方が動画なら分かりやすいと思ってもらえるようなスタイルでお届けしています。家族葬が当たり前になった時代だからこそ、どんな思いで送り出すのかが重要になってきていると思います。亡くなった方が報われるだけではなく、残された家族の皆様が気持ちに整理をつける大切な日になります。小さくてもしっかりしたお葬式がしたい、大切な方の最後を安心して見送ってあげたいと思う方の支えになれるように配信をしていきます。最後までご視聴いただきありがとうございました。一級葬祭ディレクター資格を15名取得しております。高評価、コメントは大変励みになります。 YouTube 以外にも SNS をしていますので、ぜひチェックしてみてください。またお会いしましょう。